ゆっくり解説。ポール・ニューマンがキャリアで最も楽しんだと語る伝説のアイスホッケー映画スラップショットの真実。ねえマリサ、この前のポール・ニューマン出演作ベスト10の動画、見てくださった方から嬉しいコメントをいただいたのよ。お、どんなコメントだ？スラップショットという映画が気になるので、ぜひ解説してほしいっていう熱いリクエストをいただいたの。ポール・ニューマンがキャリアで最も楽しかったって語る映画なんですって？一体どんな作品なのかしら？いいリクエストだぜ。その声に応えないわけにはいかないな。リクエスト、本当にサンキューだぜ。それが今回解説する、1977年の伝説のアイスホッケー映画、スラップショットなんだ。アイスホッケーの映画、なんだか意外だわ。そこが面白いところなのさ。今回はリクエストにお答えして、名優がなぜこの異色作を愛したのか、その真実をじっくり解説していくぜ。ポール・ニューマンを虜にしたスラップショットとは、落ちこぼれチームの奇跡。映画のあらすじとカルト的人気の理由。そもそも、スラップショットってどんなお話なの？ポール・ニューマンが楽しんだっていうくらいだから、爽やかな青春ストーリーとか？それが全く逆なんだな。結論から言うと、この映画は暴力上等、ラフプレイで勝て、っていう、落ちこぼれアイスホッケーチームを描いた超絶バイオレントなコメディなんだぜ。暴力コメディ？全然想像と違ったわ。どうしてそんな映画が人気になったの？その理由は、当時のスポーツ映画の常識を覆したからだ。感動や友情じゃなく、とにかく下品でリアルで過激。そのはちゃめちゃさが観客の心を掴んだのさ。登場するのはヒーローじゃなく、どうしようもないダメ人間ばかり。でも、その人間臭さが逆に共感を呼んだんだぜ。なんだか興味深いわね。具体的にはどんなストーリーなのかしら？不況の街の弱小チーム、チャールズタウンチーフスが解散の危機に、選手権コーチのレジー、ポール・ニューマンは起死回生の一手として、新加入した乱暴者のハンセン兄弟を利用し、暴力で客を呼んで勝つという野蛮な戦法に切り替える。すると、このラフプレイ上等のスタイルが観客に大受けし、チームはまさかの連勝街道を突き進むことになるんだぜ。すごい展開。でも、そんなやり方で最後までうまくいくのかしら？そこが見どころだな。だから結論として、スラップショットはお行儀のいい話とは真逆。ルール無用の暴力とブラックな笑いを融合させ、熱狂的なファンを生んだカルト映画になった。その過激さこそが、今なお語り継がれる理由なんだぜ。評論家は酷評、観客は熱狂。公開当時の賛否両論。暴力で勝つなんて、ちょっと過激すぎるわね。公開された当時、この映画ってどう評価されたの？そこが面白いポイントでな。結論から言うと、評論家と観客で評価が真っ二つに割れたんだぜ。まさに賛否両論、嵐のような状況だったのさ。真っ二つに？どうしてそんなに意見が分かれたのかしら？理由は簡単だ。当時の評論家たちは、この映画を下品で暴力的、そして子供っぽいと一刀両断した。ポール・ニューマンのような大スターが、こんな低俗な映画に出るなんて、と嘆く声も多かったらしい。事実、アカデミー賞には全くかすりもしなかったんだぜ。うわ手厳しい評価ね。それじゃあ、興行的には失敗しちゃったの？いや、それが逆なんだ。観客、特にアイスホッケーファンや労働者階級の人たちは熱狂的に支持したんだ。例えば、当時のアメリカはベトナム戦争の敗北やオイルショックで自信を失っていた時代。そんな鬱屈した空気の中で、スクリーン上で大暴れするチーフスの姿が、観客の誘引を下げ、痛快に映ったんだな。また、実際のマイナーリーグの選手たちは、これぞ俺たちの日常だ、と大喜びしたらしいぜ。なるほど。時代背景もあって、観客にとっては共感できる部分が大きかったのね。その通り、評論家が眉を潜める下品なジョークや暴力も、観客にとっては日頃の不満を吹き飛ばす最高のエンタメだったわけだ。だから結論として、スラップショットは評価には理解されず酷評されたが、時代の空気をつかみ、観客の心をわしづかみにして熱狂的な支持を得た。この評価のギャップこそが、
この映画を伝説にした大きな要因の一つなんだぜ。実話がベース？リアルすぎる脚本の誕生秘話。戦士たちが、これぞ俺たちの日常だって喜んだってことは、もしかしてこの映画、実話に基づいている部分があるのかしら？レイム、鋭いぜ。結論から言うと、その通り。この映画の脚本は、脚本家の実体験が色濃く反映された、ほとんど実話に近い物語なんだ。本当なの？あのはちゃめちゃなストーリーが？一体誰の体験なの？その理由は、脚本を書いたナンシー・ダウドという女性にある。彼女の弟、ネット・ダウドは実際にマイナーリーグのアイスホッケー選手だったんだ。ナンシーは弟のチームに帯同して、試合やロッカールームでの会話、バスでの移動中のバカ話まで、すべてを録音してリサーチしたのさ。だから、登場人物のセリフやエピソードには、本物の選手たちの生の声が詰まっているんだぜ。脚本家がそこまで密着取材を。じゃあ、あの暴力的なハンセン兄弟にもモデルがいたの？ああ、いたんだぜ。モデルになったのは、弟ネットのチームメイトだったジェフ、スティーブ、ジャックのカールソン3兄弟だ。彼らは実際にプレイが荒っぽいことで有名だったらしい。映画にも本人たちが出演する予定だったんだが、一人がシーズン終盤にチームに呼ばれてしまい、代役が立てられたという逸話もあるんだぜ。映画でハンセン兄弟を演じた3人のうち2人は、本物のカールソン兄弟なんだ。すごい、本人が演じてるなんて、リアルなわけね。そういうことだ。だから結論として、この映画のリアルすぎる描写は、脚本家ナンシー・ダウドの徹底した取材と、彼女の弟の実体験に基づいているからなんだ。選手たちの息遣いやロッカールームの匂いまで感じられるような脚本だったからこそ、ポール・ニューマンをはじめ、多くの人を虜にしたんだぜ。ポール・ニューマンが最も楽しんだ3つの理由。理由1、脚本へのベタボレこれ以上ないほど完璧だ。いよいよ本題ね。ポール・ニューマンがこの映画を最も楽しんだって言った理由、すごく気になるわ。まずは一つ目の理由を教えてくれる？ああ、ポール・ニューマンがこの映画に夢中になった一つ目の理由。それは結論から言うと、脚本そのものに心底惚れ込んでいたからなんだ。彼はこの脚本をアメリカの脚本の中で、これ以上ないほど完璧だとまで絶賛したそうなんだぜ。完璧だとまで、大スターの彼がそこまで言うなんて、よっぽどだったのね。どうしてそんなに脚本を気に入ったのかしら？その理由は、脚本に描かれていたリアルな人間模様と、ウィットに富んだセリフ回しの見事さだ。先ほども話した通り、この脚本は本物の選手たちの会話をベースにしている。だから、一つ一つのセリフが嘘くさくなくて、生き生きとしていたんだ。ポール・ニューマンは、アカデミー賞を狙うようなお上品な脚本よりも、こういうリアルで、時には下品だけど人間味あふれる会話劇に強く惹かれたのさ。なるほど。飾り気のない、本物の言葉の力に魅了されたのね。具体的なエピソードとかはあるの？あるぜ。ポール・ニューマンは脚本を読んで、これは絶対に自分が演じるべき役だと直感したらしい。彼は監督のジョージ・ロイヒルに自ら電話をかけて、この役は俺にやらせてくれと直談判したんだ。しかも、脚本のセリフを一言一句変えることなく、そのまま演じることを熱望したという話も残っている。当時、彼ほどのスターが脚本に口を出さないなんて、異例中の異例だったんだぜ。彼がそこまで脚本を守りたかったのね。そういうことだ。実際、この脚本はアカデミー賞には無視されたけど、プロの脚本家たちが選ぶ全米脚本家組合賞の最優秀コメディ脚本賞にちゃんとノミネートされてるんだ。つまり、玄人筋にはめちゃくちゃ評価されてたってことだな。だから結論として、ポール・ニューマンが楽しんだ最初の理由は、ナンシー・ダウドが書き上げた、リアルで生々しく、それでいてユーモアに満ちた完璧な脚本に出会えたこと。俳優として、これ以上ないと思えるほどの最高の素材に巡り会えた喜びが、彼のモチベーションの源泉になったんだぜ。理由に、まるで部活？自由でやんちゃすぎた撮影現場。完璧な脚本に出会えたのね。じゃあ、彼が楽しんだ二つ目の理由は何だったの？二つ目の理由は、結論から言うと、
撮影現場の雰囲気が最高に自由で楽しかったからなんだ。まるで大人の部活動のような、やんちゃで活気あふれる現場だったらしいぜ。部活動みたい？ハリウッドの撮影現場って、もっとピリピリしてるイメージがあったわ。普通の現場ならそうかもな。でも、スラップショットは違った。その理由は、監督のジョージ・ロイヒルの撮影スタイルにある。彼は明日に向かって撃てや、スティングでもニューマンと組んだ盟友で、二人の間には絶対的な信頼関係があったんだ。だからこそ、彼は役者たちにかなり自由に演技をさせたんだ。特に、チームメイトたちがバスで移動するシーンやロッカールームのシーンでは、脚本にないアドリブが飛び交っていた。役者たちは本物のホッケー選手のように冗談を言い合い、時には度が過ぎるいたずらもしていたらしい。そんなに自由だったのね。ポール・ニューマンもその輪の中にいたのかしら？もちろんだぜ。彼はハリウッドの大スターという立場を忘れて、一人のチームメイトとして振る舞っていたそうだ。例えば、撮影の合間には共演者たちとビールを飲みながら、ホッケー談義に花を咲かせていた。さらに、撮影で使われたバスの運転手に、撮影が終わった後もチームを乗せてバーまで運転させた。なんていう逸話もある。ポール・ニューマン自身が率先して、そういう悪ふざけを楽しんでいたんだ。共演者たちは、彼がこんなに気さくで面白い人だとは思わなかったと口を揃えて語っているぜ。大スターの意外な一面ね。なんだか楽しそう。ああ、だから結論として、彼が楽しんだ二つ目の理由は、厳格なルールに縛られない、自由でエネルギッシュな撮影現場そのものだった。俳優仲間たちと本物のチームのようにはしゃぎ、悪乗りし、絆を深めていく過程は、彼にとって何者にも代え難い最高の時間だったんだぜ。リユさん、等身大の自分を投影した役柄レジーダンロップ。脚本と現場の雰囲気が理由だったのね。じゃあ、最後の三つ目の理由は何だったのかしら？三つ目の理由、それは結論から言うと、彼が演じたレジー・ダンロップという役柄そのものに、等身大の自分を投影できたからなんだ。等身大の自分？ポール・ニューマンと、あの落ちこぼれチームのコーチが重なる部分なんてあるの？一見すると意外だよな。その理由は、レジーというキャラクターが持つプロフェッショナルな顔とやんちゃな素顔の二面性にある。ポール・ニューマンはご存知の通り、俳優としては超一流のプロフェッショナルだ。でもその一方で、彼はレース活動に熱中したり、ビールをこよなく愛したりと、悪ガキのようなユーモアと遊び心を生涯持ち続けた人物でもあったんだぜ。ああ、言われてみればそうかも。プロ意識と遊び心の両方を持っていたのね。その通り、彼が演じたレジーも、チームを勝利に導くためには狡猾な手も使う作詞でありながら、ロッカールームでは下品なジョークを飛ばし、選手たちと一緒になってバカ騒ぎをする。このキャラクターの持つ二面性が、ポール・ニューマン自身の性格と見事にシンクロしたんだ。彼はインタビューで、レジー・ダンロップは、私がこれまで演じたどの役よりも、素の自分に近いと語っている。演技をしているというより、ありのままの自分でいられたんだろうな。役作りをする必要がほとんどなかったのかもしれないわね。まさにそうなんだ。だから結論として、彼が楽しんだ最後の理由は、レジー・ダンロップという役柄が、彼の持つプロ意識と遊び心を完璧に体現していたから、クールな二枚目スターというパブリックイメージから解放され、素の自分をさらけ出すことができた。その心地よさこそが、彼に最も楽しかったと言わしめた決定的な要因だったんだぜ。今では絶対不可能。コンプライアンス無視の舞台裏。F ワード連発。放送禁止用語だらけのセリフたち。なんだか、今の時代じゃ考えられないくらい自由な映画だったのね。まったくだぜ。ここからは、今だったら絶対に制作不可能と言われる。この映画のコンプライアンス無視な舞台裏を見ていこう。結論から言うと、まず挙げられるのが、放送禁止用語、特に F ワードが連発されるセリフの多さだ。もう、数えるのが馬鹿らしくなるくらい出てくるんだぜ。あのポール・ニューマンがそんな汚い言葉を、ちょっと信じられないわ。その理由は、さっきも話した通り、脚本が本物のマイナーリーグの選手たちの会話を忠実に再現しているからだ。彼らの日常会話は、
放送コードなんてお構いなし。この映画は、そのリアルさを追求するために、一切の脚色や自主規制をしなかったんだ。ロッカールームやベンチでの会話は、ほとんど伏せ字が必要なレベルなのさ。なるほど。リアルを追求した結果なのね。でも、映画会社からストップはかからなかったの？もちろん、スタジオ側は難色を示したらしい。特に、ポール・ニューマンのクリーンなイメージを損なうことを恐れたようだ。しかし、監督のジョージ・ロイヒルとポール・ニューマン自身が、このリアルさこそが映画の魂だと強く主張して、スタジオを説得したんだぜ。例えば、映画の中でポール・ニューマン演じるレジーが、審判に対して放送禁止用語をまくし立てるシーンがあるんだが、あれも脚本通り、彼は一切の躊躇なく、見事に演じきっている。すごいわね。信念を貫き通したのね。ああ、その結果、映画は R 指定になったが、制作陣の狙い通り、観客にはそのリアルさが大いに受けたんだ。だから結論として、この映画のコンプラ無視な点の一つ目は、現代の基準では考えられないほどの放送禁止用語のオンパレード。しかしそれは、作品のリアリティを追求するための意図的な演出であり、ポール・ニューマンと監督の強い意志の表れでもあったんだぜ。流血は当たり前？ガチすぎる乱闘シーンの衝撃。言葉遣いだけでも相当過激だったのね。他にもコンプラ的にアウトな部分はあったの？ああ、もちろんだぜ。コンプラ無視の二つ目の要素、それは結論から言うと、スタントマンなしで撮影された、ガチすぎる乱闘シーンだ。流血や怪我は当たり前だったらしいぜ。俳優さんたちが直接殴り合ってたってこと？危なすぎるわ。その通りなんだ。理由は、ここでもやはりリアリティの追求だ。監督のジョージ・ロイヒルは、迫力を出すために、俳優たちに本気でぶつかり合うことを要求した。特に、ハンセン兄弟を演じた俳優たちは、もともとが本物のホッケー選手で乱闘にも慣れていたから、その動きは本物そのもの。相手役の役者たちは、本気でビビっていたらしいぜ。へえ。撮影とはいえ、怖いわね。大きな怪我はなかったの？いや、それがそうでもないんだ。例えば、ある乱闘シーンの撮影中、相手チームのキャプテン役の俳優が、ハンセン兄弟役の一人に投げ飛ばされて、肩を脱臼する大怪我を負ってしまった。さらに、乱闘中にスケートのブレードで顔を切られ、何針も縫う怪我をした俳優もいたそうだ。今だったら、撮影は即中止で、プロデューサーの首が飛ぶレベルの大問題だぜ。聞いているだけで痛々しいわ。ポール・ニューマンもそんな危険なシーンを？彼も例外じゃない。クライマックスの乱闘シーンでは、彼自身ももみくちゃになっていた。もちろん、スーパースターだから周りは気を使っただろうが、それでもいつ怪我をしてもおかしくない状況だった。安全管理が徹底された現代の撮影現場では、到底考えられない光景だな。だから結論として、この映画の乱闘シーンは、安全よりも迫力を優先した結果生まれた、本物の暴力だ。俳優たちの流血や怪我も厭わないその撮影スタイルは、今では絶対に許されない、コンプラ無視の極みと言えるだろうぜ。名優が本気で滑る、スタントなしの過酷な撮影。言葉も暴力も、本当にはちゃめちゃだったのね。コンプラ無視の要素はまだあるの？ああ、これが最後の極めつきだぜ。結論から言うと、主演のポール・ニューマン自身が、ほぼ全てのスケートシーンをスタントなしで演じ切ったことだ。これも今では考えられない過酷な撮影だったんだ。ポール・ニューマンが自分で滑ってたの？彼はスケートが上手だったの？いや、それが全くの素人だったんだ。理由は、彼自身の役者魂だ。彼はレジー・ダンロップという役をリアルに演じるため、撮影が始まる数ヶ月前からプロのコーチをつけて猛特訓した。当時すでに50歳を過ぎていた彼にとって、これはとてつもない挑戦だったはずだ。氷の上で何度も転び、あざだらけになりながらも、彼は必死に滑りをマスターしたんだぜ。50歳を過ぎてからスケートを。すごいプロ根性ね。本当に頭が下がるよな。例えば、劇中には彼がリンクを滑りながら選手たちに指示を出す長いシーンがあるんだが、あれもすべて彼自身が滑っている。普通なら、顔のアップだけ本人が演じて、
滑るシーンはスタントマンが吹き替えるのが当たり前だ。しかし、彼はそれを許さなかった。おかげで、カメラは彼の全身を捉えることができ、映像に圧倒的な説得力が生まれたんだ。スタントを使わないことで、映像のリアリティが格段に上がったのね。その通りだ。だが、一歩間違えれば大怪我につながる危険な行為でもあった。もし彼が撮影中に再起不能の怪我でもしたら、映画自体がお蔵入りになる可能性もあったからな。だから結論として、名優ポール・ニューマンがスタントなしで過酷なスケートシーンに挑んだことこそ、この映画のコンプラ虫を象徴する最後のエピソードだ。彼の役者としての誇りと、作品への深い愛情がなければ、決して実現しなかった奇跡と言えるだろうぜ。総評またはまとめ。今日は本当に面白かったわ。ポール・ニューマンがスラップショットを心から愛した理由が、本当によくわかった気がする。ああ、完璧な脚本、自由な現場、そして自分自身を投影できる役柄。彼にとって、この映画はまさに奇跡のような出会いだったんだな。クールな2枚目スターっていうイメージが強かったけど、こんなにやんちゃで人間味あふれる一面があったなんて、なんだかますますファンになっちゃったわ。だろ？スラップショットは、ただの野蛮なコメディじゃない。ハリウッドの伝説的スターが、すべての鎧を脱ぎ捨てて心から楽しんだ、彼の魂の記録なんだ。コンプライアンスが厳しい今だからこそ、この映画の持つ破天荒なエネルギーは、見る者に強烈な解放感と活力を与えてくれるはずだぜ。そうね。この映画を見れば、ポール・ニューマンの新しい魅力に気づけること間違いなしね。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。